こんにちは、泌尿器科の医師の野田です。前回の動画に引き続いて今回はですね、トレーニングボックスのセットアップという趣旨で話の続きですね。僕が使っている鉗子類について紹介をさせていただきます。で、今回の動画はですね、あんまりマニアックな人向けというか、みんなに見ていただくための動画にはならないかなというふうに思いました。というのも、練習に使う鉗子っていうのは自由だと思うんですね。自分が上達したい鉗子を使うっていうのがそれが一番でですね、この鉗子を使って練習しましょうとか、この鉗子を使うと折り鶴を折るのが速くなりますよとか、そういうのは本末転倒かなと思いまして、好きな鉗子を使って練習するのがいいかなというふうに思うんですけれども、それでいったら話は盛り上がらないですし、せっかくこんだけいろいろな鉗子を僕は持ってますので、それらは折り鶴を折ることに絡めながら話をさせてもらえたらなというふうに思います。じゃあ早速いってみます。よろしくお願いします。はい、まずはですね、メリーランドタイプのリガーシュアーですね。これがもう僕がとっても愛用して使っているものなんですけれども、37センチのメリーランドタイプですね。で、このリガーシュアーは本当に使いやすくてですね、何から説明していこうかと思うんですけど、これを僕はいつも右手に持ってます。泌尿器科領域ではですね、リガーシュアーというのは、アクティブブレードがなくて安全に使えるシーリングデバイスとして、泌尿器科医もほとんどエネルギーデバイスはこれを使っている、日本ではというそういう現状かなというふうに思います。折り鶴を折るにもとっても折りやすくてですね、この先端の曲がり具合ですとか端する持つ力っていうのはとっても力強いですし、取り回しもとってもしやすいですね。もう非常に僕これ使っていてですね、手にタコができるぐらいまで練習をして、リガーシュアーは特にですね、この親指のここの部分ですね、手にタコができるんですね。ここはもうちょっと僕ボロボロになるまで使ってますけれども、大体200話ぐらい折ると、これが壊れてきて中の金具がポロンと取れて落ちてくる、そういうようなぐらいまで僕は使います。で、リガーシュアーはこれを使ってみると非常に感じるんですけれども、これはもう右手用に作られているなっていうのをとても感じます。片開きの鉗子かつ方向性がある、こっち向きに曲がってますよね。こういう鉗子っていうのは左手に持った場合左右対称に持つことは難しいんですね。これは動画で説明してもなかなか難しいかもしれないんですけれども、どんだけ回しても、同じ左右対称の向きには持てないと。あとはリガーシュアー回る向きっていうのが360度、くる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 回るわけではなくて、回る方向がここまでと、ここまでとっていう風に決まってるんですけれども、その向きが右手だと、内側に向くように持ちやすいんですけれども、例えばこのケリー鉗子を持つ時とかっていうのは、普通はこういう風に内向きに鉗子が向かうように持つと思うんですけれども、これケリーじゃないコッヘルだな、ですけれども、こういう向きに持つということが、左手では難しいんですね。右手で持つように作られてる、そういう設計をされてるというふうに練習をしてみてこれは非常に感じますね。特徴としてはこのぐらいなんですけれども、マニアックな話でリガーシュアーっていうのは、これはあんまり意識をされてない先生も多いかなというふうに思うんですけれども、こうやって持ってきた時に掴むとちょっと縮むんですよね。この力を利用して掴んでいるというふうに思うんですけれども、こう持った時に縮むんですね。剥離をする時なんかはこう開く時に、外に押すような、剥離をする時に外に押すような方向に働くので、これで無意識に自然と剥離する時っていうのは、こう押し出すような向きに力をかけると思うんですけれども、そういう動きが自然にできるようにこれはそのために作ってるわけじゃなくて開け閉めするためになってると思うんですけれども、そういうような設計になっています。例えばこれが他の鉗子で言うとハーモニックですね。ハーモニックはですね、閉じる時にビュッと出てくるような方向に動きます。わかりますかね。閉じる時にビュッと出てくるような方向に動きます。あとこれは練習用以外ではあんまり使わないんですけれども、ハーモニックは閉じた時にはローテートしない、あるいはローテートするのすごく強い力をかけないといけないんですね。この点リガーシュアーってのは閉じた状態でもくるくる回すことができるっていう点でもいいかなというふうに思います。折り鶴を折るのに関してはこの LCS は、先が鋭いですので折りにくいかなと、そういう面がありますね。あくまで折り鶴を折ることに関してという話ですけれどもね。あとはサンダービート、こ
これですね、これはオリンパスの八王子のラボに行ったことがきっかけでいただいたものなんですけれども、オリンパスのサンダービートですね、これは非常に優れていて、掴む、離すをした動きの時に全く前後動かないんですね。これはとってもこういうのが一番理想的な動きをするんじゃないかなというふうに思いますね。ただサンダービート先端がものすごく熱く焼けますので、僕も研修医の時に外科の先生がヒュッと置いたところでこうやけどしちゃったっていうことがあります。これは掴んだ時に回すことが一応できますね。ちょっと力をかけにくい部分はありますけど、あと360度以上くるくるくるっと回る。これはLCS の設計しやすいのかもしれないですけれども、ハーモニックもそうですけどなんぼでも回るんですね。そういうような特徴があります。実際の手術においてどれが使いやすいかなんていうのは僕みたいなペイペイが言うような身分ではないと思いますし、たくさん使い分けてるわけではないですので、話としては割愛させてもらいます。あとはですね、僕が左手にいつも持っているのがマイクロラインのリニューですね。アムコさんから出ている鉗子ですけれども、これは非常に面白い鉗子で、先端の部分を取り外すことができるんですね。ハサミをこれで使ってるなんていうところご施設さんが多いのかなと思うんですけれども、こうやって取り外すことができて先端を変えることができるんですね。でこのようにまたつけると。でこれは僕ラチェット付きっていうのを買ったんですけれども、ラチェットの機能自体はこの練習ではそんなに使わないんですけど、これが付いてるってことがとてもやりやすくてですね、こういう風に持った場合にいわゆる後ろ駆動ですね、後ろ駆動なんですけれども、後ろ駆動でこうやるときに後ろ側の動かす手というのはこの親指と中指なんですね。で人差し指はローテートに使うと。で薬指小指というので、開閉の前は駆動しないんですけれども、前側をこういう風に動かすというような形になってるんですね。これが2本の指で対になっているような形で動くと。これがですね、長時間使うにあたって微妙な力の調整をずっとかけ続けるのが、非常に楽なんですね。これは折り鶴の練習をしてみて初めて分かったんですけれども、これが例えば、これもストルツさんの鉗子でとってもいい鉗子なんですけれども、後ろ駆動で後ろは親指だけで動かすんですよね。わかりますかね。人差し指はこれで3本の指は前側に添えてると。1対3なんですね。そうすると長いこと使ってると微妙な力の加減をしていくっていうのがだんだん手の力が疲れてきてやりにくくなってくるんですけれども、これが2本2本で対になってる風だと、とっても力をかけやすくて使いやすいと。もう一度お見せしますと、2本2本で、前後の動きを調節してるんですね。これが長時間の動きにも非常に使いやすいのと、あとはこの先端が45度ぐらいに曲がってるんですけれども、これが折り鶴を折るのに非常に使いやすい角度になっているという風で、これは折り鶴を折るのに僕はとっても愛用してます。あとはオリンパスさんの今はハイキュラーっていって新しいのが出てるんですけれども、ハイキューっていって古いタイプの鉗子はあります。この先端の形は外科の先生とか非常に人気のある鉗子なんじゃないかなと思います。折り鶴を折るのは最初はやりやすいかなと思って使ってみたんですけど、ちょっとやりにくいですね。これはですね、こういうような形で持って後ろ駆動でなんですけれども、これ小指を添えるところがないんですよね。最近の鉗子は、1対3の形で持つ風でも小指にこう添える部分がある、こういう鉗子っていうのは多いですけれども、この小指に添えるところがない、古い鉗子なのであれですけれども、これはちょっと長いこと力をかけ続けていくっていうのはやりづらいかなと思います。こうやって持つとか、ちょっと無理があるので難しいですね。新しくオリンパスさんから出てるハイキュラーっていう鉗子は僕も試供品というかお家で折り鶴を折るのにぜひ使ってみてくださいということでお借りして使わさせていただいて、で 1.25 センチのする感じのものをさせてもらったんですけれども、あれは非常にいいですねと。重心とかいろんなことバランスも考えられててとっても持ちやすくていい鉗子かなと。このハイキューっていうタイプの鉗子から非常に進化したものかなというふうに思います。あと他には持針器も僕たくさんいただいたりお借りしたりっていう風で使っています。一番最初に買った鉗子はちょっと今自分の職場の方に置いていて、ごめんなさい、ちょっと紹介するのに持ってくればよかったんですけれども、
あまりおすすめなものではないですね。 Amazon で買ったもので、ラチェットの噛むところがなんと3つしかついてないっていう本当に使いにくいものだったんですけれども、鉗子を使ってみて一番使いやすいのはストルツですね。ストルツさんの鉗子が使いやすいというふうに思います。これチタンで軽くてですね、でラチェットも非常に噛みがいいと。噛んだ時にですね、ここまでは噛まない、ここまで掴んでから噛み始めると。音でこれ分かるでしょうか。ここまで映ったら分かりやすいかな。ここまではラチェットが噛まずに掴んでから噛むと、そういうような形なんですね。こういうタイプになってる自信機っていうのが僕は一番使いやすいかなと思います。折り鶴を折るのにっていうのじゃなくて、自信機は張り回しですね、運針の練習をするためのものかなというふうに思っていて、僕はあんまり折り鶴を折るのにはこれは使ってないんですけれども、これを使ってやってる先生もいらっしゃいます。そしてこれを使ってやっている先生のアドバイスとしては、これですね、ここをこうやって上げるとラチェットが噛まなくなるので、ラチェットをオフにして練習をすると使いやすい、力があんまりかからずできるということを伺っております。これはもうストルツさんの自信機っていうのは王道というか、もう一番やっぱり使いやすいですね。やっぱりストルツさん、ドイツ製品はすごいなと、シュトロハイムも言ってましたけど、思いますね。でこういうピストルタイプっていうのも持ってるんですけれども、これはちょっと買いにくいのかなというふうに思いますね。やっぱり自信機っていうのはさっきみたいな字になってるやつが使いやすいかなというふうに思います。あとはこちらですね。これはですね、公文式研さんというサイトで練習用の鉗子として購入させていただいています。これもとっても実際の手術に使えるいいものですけれども、このタイプのものっていうのは僕若干苦手ですね。練習してみてこれも使えるようになりたいと思って練習してて、全く問題なく使いこなせるようにはなってるかなと思うんですけれども、この音で分かりますでしょうか。ここがくっつく前からラチェットが噛んでるんですね。でラチェットのこの山の数はとっても細かくあって、非常に細かい微調整っていうのが効いて使いやすさはあるんですけれども、やっぱりこう挟んでからラチェットが噛み始めるものの方が僕は使いやすいのかなと思います。これの使い方としては、細かい微調整、スリップノットとかをするときはずっとラチェットをですね、こう押したままにして、でそれで使って根元でグッと噛む、そういうような使い方をするといいのかなと思います。握り込む力の加減とかそういうのはとってもちょうどよくてですね、これはこれで好みの先生もいらっしゃるかなというふうには思うんですけどもね。例えばこういう回復の状況で使うような鉗子っていうのは、掴んでからラチェットが効くようになってるんですね。なのでやっぱりこういうものを普段から僕ら使い慣れて使ってると、閉じちゃう前からラチェットが効き始めるものっていうのはちょっと直感的に使いにくいのかなというふうに思いますね。はい、じゃあ今度はエチコンさんの705ですね。この鉗子はですね、ストルツさんのタイプと同じように、掴んでからラチェットが効くようになってます。エチコンさんのものはストルツさんのものと比べるとちょっと重たいですね。これがずっしりした感じ、重量感が好きっていう先生もいらっしゃると思いますし、これはこれでいいですね。一つだけちょっと僕は気になる点があって、こう握って噛んでいくとどんどん感触が柔らかくなっていくんですね。こう握って噛んでいくと感触が柔らかくなる。これはちょっと動画ではお伝えしづらいんですけれども、バネの仕組みとしてはこう噛んでいくと力が強くなっていってほしいんですけど、ここで掴んでいくとある程度グググッとこう効いちゃうんですね。これは使ったことある先生じゃないとちょっと話が伝わりにくいかなと思うんですけれども、この感覚がちょっと気持ち悪いんですね。ラチェットは細かくありますし、上質で使いやすい、自信機かなというふうには思うんですけれども、そこだけ1点ちょっとストレスさんのものタイプと比べると気になるところです。でこれは左右対称に持てますので、そういう点では使い勝手はいいかなと思いますね。ラチェットのスイッチの位置が、ここにありますので、左手で持ってもこうできますし、右手で持ってもこういくという風です。これがストルツさんのものだとこうですね、ここの位置にラチェットがあると。これもこれで非常に使いやすいんですけれども、これは右手だとこう自然にこう持てるんですけど、左手だと
ラチェットをこっちにないんです。ここにあるんですね。ここにこうやって持って使うっていうのは非常にやりにくいと。つまり右手用と左手用がこの先端がストレートだろうが左カーブ右カーブだろうがもう右手で持つか左手で持つかっていうのはもうバッチリ決まってるんですね。その手用のものを使えばこのラチェットの位置っていうのは非常にいいものだと思いますので、ストルツさんの話はやっぱりもうさすがだな。このシュトロハイムが言ってるようにドイツの技術はすごいと、世界一と、はい、そう思います。このリガーシュアーですけれども37センチと回復用に使う23センチ短いやつと、あともう一つですね、44センチ体格のある人用とかロボットで使う助手用として44センチのものがあります。こういうものもたまに手術で出番があるので、こういうものでも折れるようにっていう風にこれでたまに練習をしたりしてます。ちょっとだんだんコレクションみたいになってきて、実際折り鶴を折るの練習で使ってないものにだんだんなっていくんですけれども、これアーティキュレーティングの円シールですね。このようにぐにゃーっと先が曲がると、こういうようなものも、持っています。円シールはやっぱり端力ですね。持つ力っていうのがなくて、折り鶴を折るとか何かを持つ剥離するという操作はちょっと苦手かなというふうに思います。僕が勤めてた施設ではロボットの助手でこれが大活躍するというそういうシーンがありました。吸引の監視としてはエレファント、これで折り鶴は折らないですけどこれを持ってたりします。あとはプローブプラス2ですね。これは実際使われることがあったら、こういう形でちょっとドライボックスの中で触っておくといいかもしれないですね。フック型電極になって、吸引に変わってとか、非常に面白い監視ですね。これで手元操作は吸引、送水、凝固、止血とあるんですけれども、でフックの出し入れの操作、非常に手元の操作が多いのでトレーニングボックスで慣れておくっていうのはいいかもしれないですね。折り鶴を折るのには向いてません。あとはフレックスデックスって言って、こういうタイプの面白い監視があります。これはですね、先端がこう曲がるんですね。それも手を動かした方向と同じ方向に曲がってくれるということで、直感的に操作ができるという、そういう触れ込みで、これを、売ってます。これを使うことによってロボットの、練習がお家でできるようになるんじゃないかと思って僕はこれを購入 しました。で日本ではもう不人気でほとんど売ってないっていうのを北海道の代理店さんが持ってるっていうのを調べて、くださった方がいて、それで購入しました。でなんで不人気なのかっていうのが使ってみて分かりましたね。例えば垂直方向にこうやって運針をするっていう風になった場合にですね、非常にいろいろな動きをしないといけないんですね。ちょっとなかなか再現難しいんですけれども、ダヴィンチだと人差し指でこう持ってこうやって動かしてしまえば終わりなんですけれども、こうやって垂直に動かす動きっていうのはかなりいろいろな動きの組み合わせになってるんですね。この向きを回す動きとこのグイーンという動きと、いろんな操作の立体的なこう組み合わせで行っていると。それをこの監視でやるのはとても難しいんだと。先端にトルクがかからないっていうことで、手で使うようなこういうタイプの曲がりの監視っていうのはされていった理由っていうのがよくわかるなと思いますね。非常に動きはとっても面白くて、コンセプトは面白くて欲しいなと思ってなんとか取り寄せて買ったんですけれども、納得しました。でちょっと本当はですね、医局に置いてきてしまった Amazon で買った監視とか、これぐらいのものだったら使えますよっていう監視を紹介するべきだったと思うんですけれども、ちょっとすいません、今手元になくてですね。で僕がおすすめする監視っていうのは、一番はやっぱり高分子技研さんで売ってるもの、これがですね実際手術で使うものっていうのを練習用として安価に手に入るようにという形で出してくださってますので、トルツさんのタイプのものもありますし、剥離監視、端監視もとっても使いやすいものになってます。あとはやっぱり手術室で使ったものを洗浄して持って帰ってくる、これは正確にやっていいものなのかわからないですし、自己責任ですね。感染した時とかこれは自己責任で行っていただきたいっていうのはあるんですけれども、メーカーさんにもらうとか、そういうことがもしかしたらお願いしたらできるかもしれないですし、こういうシングルユースのものを使って練習するっていうのが一つと、あとはこれは右手に持つのをメインにして左手には何か持つ監視を買う、これで始めていくのが一番最初はいいかもしれないです。
ちょっと今回ダラダラとマニアックな話になってしまったかなと思うんですけれども、どういう鉗子を使ったらいいですか、買ったらいいですかっていう質問も非常に多かったですので解説させていただきました。またわからないこととか何かあったら何でも質問をお答えしますので言っていただいたらというふうに思います。質問はコメント欄でもメールでも何でもいいですのでしていただいたらどういう形でも返させていただきます。ご視聴いただいてありがとうございました。バイバイ。